竹櫓が倒れてきた瞬間、マスターはとっさに腕を伸ばしてそれを受け止めた。彼の背後にはケムとプリムがいた。怪我をした腕をプリムに消毒するよう促され、マスターはケムの前から離れていく。その姿をケムはただ見送るしかなかった。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。2人きりになると、プリムはマスターにどうしても伝えたいことがあると切り出し、イベント後に話をする約束を取り付ける。やがてイベントが終わり、プリムはずっとマスターが好きだった。だから自分にチャンスをくれないかと告げた。間接的に断られてしまったものの、プリムはプレゼントのカセットテープを手渡し、その場を去っていった。しかしその様子をケムは隠れて見ていた。プリムが立ち去った後、マスターはケムの気配に気づき、彼を引き止める。ケムはプリムの弟ポンに誘われてお祭りへ行ってもいいか許可をもらいに来たのだった。ジェットとチャンも一緒だと知りながら、マスターは本当に行かせたくない気持ちを押し殺し、好きにすればいいと不機嫌に答える。さらにケムが今朝マスターから借りたお守りのブレスレットを返そうとした時、マスターは帰ってきてから返せばいいと言ってお守りを持たせた。こうしてケムたちは村の祭りへ出かけていったが、どうしても不安を拭えきれないマスターは密かにトンと明けを尾行につける。案の定黒魔術を操る敵対者たちに襲われ、ケムは背中に石を受けて傷を負った。その上、蜂の群れに囲まれ絶体絶命の危機に陥る。そこへマスターが遠隔魔術を起動し、彼らを蜂の攻撃から救い出した。しかしポンは多数の刺し傷を受け、昏睡状態に陥ってしまった。ポンにつききりのケムを見て、マスターの胸には苦く切ない思いがこみ上げる。部屋を出たケムの傷に気づいたマスターは怒りと心配が一気に爆発し、とっさに君は俺のものだと口走ってしまう。抑えきれない愛しさと切なさがあふれ、マスターは思わずケムへと歩み寄る。驚いたケムは一歩また一歩と後ずさり、ついにはテーブルにぶつかった。さらに迫るマスターにケムは反射的に目を閉じる。しかし次の瞬間、ケムの腕が古いラジオ機器に触れ、中のカセットテープが流れ始める。その曲を耳にしたマスターは我に返り、後ずさって立ち尽くした。ラジオに視線を向けたケムはカセットの容器にプリムの便箋が貼られているのを見つける。現実に引き戻されたように、マスターの思いはやはりプリムに向いているのだと誤解し、ケムは今朝もらったお守りのブレスレットを机に置くと、その場から逃げるように立ち去った。翌日、ケムは痛む心を隠し、平静を装って振る舞おうとする。しかしマスターはケムの手を取り、昨夜のことを説明しようとする。ちょうどその時、プリムが弟のポンを連れて訪ねてきた。ケムは気まずさを紛らわせるようにポンを誘って厨房へ向かう。プリムは告白の返事を聞きに来たのだった。マスターがもう好きな人がいるとはっきり告げると、プリムは驚き誰なのか問いただす。マスターは自然に視線をキッチンへ向けた。その夜、咳に苦しんで眠れないケムがキッチンへ降りると、すでにマスターが咳止めの薬を用意して待っていた。ケムが一口含むと、あまりの苦さにも思わずさらに咳き込んでしまう。マスターはそこで昨夜ケムに近づいたのは本当に好きだからと正直に告白する。しかし途中でやめたのはプリムのことを思い出したからなのかとケムがそう問いかけると、マスターは首を振り、母のことを思い出したと語る。母は他人の因縁に巻き込まれて命を落とした。まるでケムにかかった呪いのように。そう考えた瞬間、マスターは二度と愛する人を失いたくないと強く願ったのだ。それでもほんの少しでもいい、自分の心に従って気持ちを伝えたい、そう思い直した。そしてマスターはケムも同じ気持ちなのかと問いかける。かすかにうなずいたケムを引き寄せ、ゆっくりと唇を重ねた。翌日、ケムがマスターに手作りの座布団を届けようと部屋を覗くと、なんと上半身裸のマスターの姿があった。思わず目を奪われたケムは彼の背中に刻まれた入れ墨の意味を尋ねる。マスターは祖父から自分の前世はナーガ竜神と関わりがあったと聞かされ、その証として入れ墨を入れたのだと語った。そしてその時すでにケムと出会っていたのかもしれないと続けた。その夜、村のシーバーさんの体調が弱っていることに心を痛め、さまざまなものを抱え込むマスターを見て、ケムはそっと彼を抱きしめて慰めた。やがてマスターは二人きりの時は自分のことを P、つまり先輩
前のように呼んでいいと特別に許す。雨音が響く夜、マスターはケムが自分にとってどれほど大切な存在であるかを伝える。するとケムは自らマスターに口づけをした。私は NCC が大好きなのに、この場面で初めて目のやり場に困ってしまった。今までケムは純粋すぎるほどに書かれていたし、マスターは人間離れした外見を持ち、さらに村の崇高な存在として手の届かない場所にいる人だったからだ。2人の交わりはまるで神への冒涜のように映り、どこか罪悪感すら覚えた。そのせいで私はその日だけ肉を避けて菜食にしたのだった。翌朝、シーバーさんが訪ねてきた。ケムはまだ眠っているマスターを起こしたくなくて、そのままシーバーさんに誘われてレンの花を摘みに出かけることにした。マスターへのお土産としてシーバーさんが持ってきたお菓子をキッチンに置いてから、幸せの余韻の中で目を覚ましたマスターは気が緩んでいたのか、何の疑いもなくそのお菓子を口にする。だが次の瞬間、両目から血を流し地面に崩れ落ちたのだった。また次回お会いしましょう。ではでは。